皆様こんにちは。前回、川崎クラブチッタのお給仕の模様をつぶやかせていただきましたが、その翌日、帰還する前に少しだけ東京でプチ聖地巡礼してきましたので、その様子を動画にさせていただきます。本当にプチですので、動画にするほどではないのですが、川崎クラブチッタのお給仕を終えて、ちょっと一旦落ち着こうという思いも含めてのほっこり感を味わっていますので、そんな感じのものになります。お給仕翌日の朝、ホテルから駅へ移動するときに、クラブチッタの前を通りましたが、祭りの後という感じの何とも言えない感謝の気持ちと寂しさを感じます。それで川崎から東京方面への移動となりますので、ここはぜひその途中にある芝コーヒーさんへ行こうと思ったのですが、調べてみるとなんと木曜日は定休日です。残念と諦めまして、まずは新宿に向かうことにしました。お目当ては当然これですね。9時半くらいに現地に着いたのですが、毎時3分からの90秒ということでしたので、喫茶店で時間を潰そうと何気なく入った喫茶店のアイスコーヒーが1200円。新宿怖いなと思いました。でもウェイトレスさんがメイド服だったりしたので、なんかちょっと良かったりはしました。クロスビジョンを堪能して、新宿に来たので帰宅できなかったゼップ新宿も見ておこうと歌舞伎町へ行きますが、朝から怪しい雰囲気満載でした。それでこの日は昼過ぎぐらいまでしか東京にいられない状況でしたので、次は近場で妙法寺へ行くことにしました。新宿から地下鉄で東高円寺まで行ったわけですが、東京の地下鉄ってなんか難しいですね。でも無事着きまして、三種の森公園とかいう公園の横をとことこ歩いて妙法寺にたどり着きました。ちなみに妙法寺って東京にいくつかあって、ここが堀之内妙法寺なんですね。妙法寺といえば当然リアルエグジステンスなわけですが、当時はまだそんなに有名じゃなかったと思うので、よくこんなところ貸してくれたなと思いますね。この日は平日の朝だったからか人はほぼいませんでしたので、厳かな雰囲気でした。それでそろそろ昼も近くなってきましたので、もう一つくらい行きたいなと思いまして、秋葉原に向かいました。アットホームカフェ秋葉原本店ですね。小畑さんの元職場であり、アフターライフの MV 撮影場所ということですが、この日は心の準備ができておりませんでしたので、中に入るのは次の機会にしようと思いました。秋葉原はやっぱり外人さんだらけでしたね。それでバンドメイドとは全然関係ないのですが、大のカレー好きの私としては、東京へ行ったらどうしても行きたかった神保町のキッチン南海でカツカレーを食べて、期待通りの美味しさに満足して大阪に戻りました。
次回はもっとちゃんと予定を立てて聖地巡礼したいと思いましたが、とりあえず最低限行きたいところは行けましたので、ある程度満足して今回の川崎でのお給仕から東京経由での遠征を終えれました。次回は金沢遠征となりますので、サンダーバードでの電車旅もいいかなと思って楽しみにしています。今回はこれだけです。それではまた次回。